私が持っていくものはナイフですね。もし何か一つ持っていっていいとしたらナイフです。で、これサバイバルの本当にしたことがない人は、お気に入りの本とか言うんですけど、本当に無人島に行った時に自分を助けてくれるのは、やはり生きていかなきゃいけないですから、私はナイフを持ってきます。で、ナイフを持っていると他の道具が作れたり、ナイフを持っていると自分の食べ物を取りやすかったり、とにかく、ナイフがあるかないかで、その生きていくための労力、全然変わってくるんですね。だから、ナイフがあれば道具を生み出せる。ね、ナイフがあれば、何かこう、食べ物を取りやすくなるとか、いうふうにして、私は、そんな、夢もロマンもないような話になってしまうんですけど、無人島に何か一つ持っていくとしたら、やっぱり現実的なことを考えますね。で、それで一番自分を助けてくれるのはナイフ。ね、ナイフがあることによって、いろいろなものが、自分で作り出せる。その労力が、本当に、早くいろいろなものが、自分の生活を成り立たせていくための必要なものが手に入るようになるので、無人島に何か持っていくとしたら、私の場合はナイフですね。本を持っていったことによって救われることもあるかもしれない。けれども、生きていくためにっていうことを、現実的なことを考える方なので、何か一つ持っていくとしたら、ナイフを持っていきます。日常の生活に何か、じゃあナイフに代わるものを当てはめるとしたら、それが私が常々言っている仏性っていうものですね。仏性。自分にとっての武器は何なのかっていうことを、日常生活の中で分かっている人、そしてまた磨いている人というのは、そこから次につながっていくものというのを作れるんですね。自分の持っている仏性。仏性というのは自分の得意なこととか、人よりもできること、知識であったり、技術であったり、何であってもいいんですけども。で、これが自分を助けてくれるわけです。そう。仏教というのは、慈悲心、思いやり、そして知恵ということを非常に大事にします。けども私たちが現実の生活の中で生きていこうとするときに、人に対する思いやりがある。そして物事を色眼鏡で見ない、ありのままをありのままの姿で見れる。で、そのような知恵がある。自分自身をありのままに見れるという知恵がある。で、この自分が、でも社会と関わって、現実の生活の中で、社会の中で生きていこうとするときに、何かしら自分が与えるということができる人というのは人からも大事にされるんですね。自分がもらうということばっかり考えていると、人からはしてみれば、自分ばっかりもらってっていうことなんですけど、自分が人に与えることができると、必ず人は自分のことを大事にしてくれるわけですね。で、必ず人間って一人で生きていくことはできないので、社会の中で誰かしらとの関わりの中で生きていくわけじゃないですか。で、この時に思いやりの気持ちはある。そして、実際に自分がいろいろと物事をちゃんと、真実の姿をそのまま見ることができる。だとして自分が何をじゃあ社会に与えられるかってなった時に、それが自分の知識であったり、技術であったりするわけですね。何かしら自分ができることを人に与える。そのことによって、それが社会に貢献するとか、貢献するってものすごく大げさな表現に聞こえるかもしれないけども、自分が何ができるか、社会に対して。で、これがね、やっぱりナイフなんですよね。その無人島にナイフを持っていった時に、そのナイフをきっかけとして、次の道具を作ったりとか、何か
自分が求めたいものを求めていくことができるという時の一つの自分の身を守ったり、それから自分が何かを作り出したりして、その無人島の自然の中でどう生きていくかということの一つのきっかけになるじゃないですか。で、それと同じように自分自身の仏性、私は何ができるかって、どんな知識があるのかとか、ね、そうやって自分がこれまでの生活の中で、経験の中で温めてきたものとか、培ってきたものとか、能力とかね。で、そういったものが自分の人生を切り開いていくという突破口になってくれるんですね。そう。で、それを、私は仏性と呼んでいるんですが、ね、このナイフにあたるもの、日常生活の中ではこの仏性。ですから、日常生活の中ではちゃんと怠ることなく自分の仏性を磨いておくんです。無人島行った時に、切れるナイフをちゃんと磨いて持っておくのと同じことですね。その鋭く社会の中に切り込んでいくことができる。自分の居場所を自分で作っていくことができる。そこはまさにその鍵は仏性が握っていると思いますね。ですから、自分の仏性、それを怠ることなく研ぎ澄ましておくっていう努力をしている人の方が生きやすくなると思います。